夢日記。ダークヒーローになった日、気がつくと自分はある戸建ての住宅を訪れていた。どうもその家では最近夜になると屋根裏から物音がするらしく、屋根裏を見てほしいという依頼だった。2階へ上がらせてもらい、天井にある点検口から屋根裏を照らすと、点検口のすぐそばで男が寝ていた。小柄で手足が細く浅黒い肌の35歳ぐらいに見える男は、懐中電灯の光に気がつくとすぐさま逃げようとしたが、次の瞬間には捕まえられていて、2階の部屋の中で自分とこの家の家族に囲まれていた。この男は東南アジア出身らしく、寝泊まりするところがないからこの屋根裏を買ったとしきりに繰り返していた。この家の家族がそんなわけないでしょと言っても、私は買った、私は買ったとしか返答せず、困っていると男はスマホでどこかに電話をかけて、少し話すと今までおどおどしていたのに突然態度が大きくなり、この家私のもの、あなたら出ていくと強気に主張しだした。電話で誰と何を話したのかはわからないが、この男はほんとなめ腐った態度をとってきて、突然こちらに殴りかかろうとするのを寸前で止めて、驚く様子を見てバカにしたように笑ったり、こちらを侮辱するような行動を何度も繰り返した。その態度に腹を立てながらも我慢をしていたが、目の前まで顔を突き出してきて、日本人の自尊心を侮辱するようなことを言ってきたので、思わずカッときてやつの顎に右フックを入れてしまった。するとやつは引っかかったとばかりに、5億円でいいよ、5億円で示談にしてあげるよとこちらを恐喝し始めた。自分は殴ってしまった手前、強気には出れないのでどうしたものかと思案していると、ミシッミシッという音が階段からしてきて、身長が2メートルぐらいあるようなタトゥーがびっしり入った白人の大男が葉巻をふかしながら入ってきた。白人の男は、お兄さん、うちの若いの殴ったらしいね、警察行くかい？こっちは示談でもいいんだよ、5億円出してくれるならねと言ってきて、殴ってしまったことは事実なので5億円なんてお金ないし、諦めて警察の世話になるかと覚悟を決めて警察に電話をしようとすると、白人の男に腹を思いっきり殴られて、お兄さんが警察行けば解決する問題じゃないでしょうと言って、自分とこの家の家族を外まで力ずくで連れ出すと、外に止めてあった2台の黒いセダンの1台に家族を押し込んで、もう1台に自分を押し込んだ。家族の方の車は白人が、自分の方の車は東南アジア人が運転して、お互いに別々の方向へ走り出した。自分はあーつんだ、5億円なんて無理だし、どっかに拉致られてるし、あーつんだともう死のうと思うぐらい人生に落胆していると、急にどこかのタイミングで、なんで食われる側の発想をしているんだとスイッチが入った。今まで日本人らしく礼儀正しく正直で秩序を守ることこそが日本人の美徳とばかりに、無意識で行動してきていたけれど、野獣と戦うにはこちらも野獣であるべしと突然気がついた。その瞬間、運転している東南アジア人の首に腕を潜り込ませて、チョークスリーパーのような形にして思いっきり締め上げた。気絶しても車が暴走しても構わずに首の骨を折る勢いで締めた。東南アジア人はあっけなく絶命して、次はあの白人の方かと思い、車を U ターンさせて、この選択肢を選んじゃったってことは長生きはできないだろうな、まあ死ぬまでは生きてみるかと思いながら、夜の誰もいない静かな道を走らせていたら記憶が途切れました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。